1年が経過しました。今みんな何から1年が経過したのかって気になってるでしょう。実は僕が初めてポッドキャストを投稿した日から1年が経過したんだよね。おめでとう自分はい、ということで、今回は1年記念のポッドキャストです。ぜひ楽しんでいってください。日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。はい、ということで、僕が初めてポッドキャストを投稿した日から1年が経過したわけなんだけど、今みんなある疑問を持ってるでしょみんなさ、今厳密に言うといつ僕が初めてポッドキャストを投稿したのかっていう、そういうことが気になってると思うんだけど、ちゃんと僕調べました。人間にはいろいろな種類の人がいるけど、いろんな日付を事細かに覚えている人っているじゃん。僕の友達の中にもね、そういう人っているんだけど、僕はそういう日付が覚えられないタイプの人間なんだよ。だからもちろん、僕が初めてポッドキャストを投稿した日も何月何日かっていうことは、厳密には覚えてなかったんだよね。ということでちゃんと調べました。YouTube の、管理画面でね、僕のアップロード済みの動画の一覧を見ることができるんだけど、そこで見てみたところ、僕が初めてポッドキャストを投稿した日は2025年の4月29日です。で、このポッドキャストをね、動画で見ている人だったらわかるように、見せるんだけど、こういう動画です。はい。で、なんとこの動画、今は非公開です。だからみんなはもう見ることができないんだよね。で、なんで非公開にしたかっていうと、内容が、自分の納得いくものではなかったからなんじゃないかなって思うね。で、厳密に言うとね、この動画が、投稿されるよりも前に投稿されている動画っていうのは、いくつもあるんだけど、ちゃんとタイトルにポッドキャストって入っていたのは、この動画が一番最初だったんだよ。だからこれが、初めての僕が投稿したポッドキャストっていうことなんだよね。で、この動画僕見てみましたよ。もう昔の動画だからね、1年以上前の動画だから、見るのすごい恥ずかしかったんだけど、見ましたよ。で、それをね、見てみて、というか聞いてみて思ったことが、3つほどあったので、それをちょっと話したいなって思うね。まず思ったこと1つ目。1つ目はね、話し方が本当によそよそしい。もう他人に話しているみたい。話し方がね、今と全然違う。今はね、こうやって、タメ口で話してるけど、当時はね、敬語で話してたんだよね。で、なんで僕が、タメ口で話すようになったかっていうと、やっぱりみんなに、親しみを持って、ポッドキャストを聞いてほしい。そう、友達と話しているかのような感覚で、ポッドキャストを聞いてほしいなって思ったからなんだけど、今はね、すごいこうやってタメ口で話すのすごいやりやすいんだよね。今はさ、もう本当にいろんな人がコメントしてくれるから、こういう人が聞いてるんだろうなっていうのが、すごい想像しやすいわけ。だから、僕自身も友達に話すような感覚で、ポッドキャストを録音できてる。こういう人が聞いてるんだろうなって。だから、
今はね、ただ単にそのカメラとかマイクに話しているっていうよりは、友達に対して話しているような感覚なんだよね。うん。だからつまり、みんなは友達なんだよ。うん。もうみんなは友達。うん。だけどね、そんな現在の状況とは全く違って、当時は、チャンネル登録者数が少なくて、僕のポッドキャストを聞いてくれてる人も少なかったわけ。うん。だから、どういう人が聞いてるのかっていうのが、全然想像がつかなかったんだよね。だから、すごいかしこまった敬語の話し方になってしまったのかなって思うね。で、当時のチャンネル登録者数は多分ね、5000人くらいだったかなって思うね。今はね、去年の12月にチャンネル登録者数が、10万人に到達して、で、銀の盾を YouTube からもらって、それについてのポッドキャストも投稿したんだけど、当時は5000人でした。で、5000人って、結構多いじゃんって思うかもしれないんだけど、当時はね、あまり僕はアクティブに YouTube に動画を投稿してなかったんだよね。だから何が言いたいかっていうと、動画投稿のスパン、頻度っていうのがすごい少なかったんだよね。だから僕の動画というか僕のチャンネルの動画を、コンスタントに見てくれている人も少なかったから、だからね、どういう人が見てるんだろうなとかそういうのを想像するの難しかったんだよね。もちろんね、再生回数も、今と比べたらもう全然少なかったから、だから友達に話すみたいな感覚でポッドキャストができてなかったのかな。そうだから話し方がよそよそしいなって思ったのが僕が、その初めてのポッドキャストを見て思ったこと一つ目だね。で、二つ目が何かっていうと、音質が悪いっていうことだね。ちょっと水飲ませて。そう。ポッドキャストってやっぱ音質大事だよね。その映像を見るというよりかは、音を聞くみたいなのが、メインだからさ。音質ってすごい大事だなって思うんだけど、当時のポッドキャストはね、いや、これ、ポッドキャストって名乗らない方がいいんじゃないかなって、そう思うくらい音質が悪かったんだよ。で、僕ちゃんとその映像を確認してみたんだけどさ、その映像を見る限り、マイクがどこにも見当たらないわけ。これどこにマイクあるんだろうなって思ったんだけど、考えられることは二つあって、一つはそのカメラのマイクを使っていたっていうことだよね。で、もう一つが、そのパソコンのマイクを使っていたっていうことだよね。今と同じスタイルで、自分の前にパソコンを置きながら話していたから、その可能性もあるのかなって思うんだけど、今はね、こういうちゃんとしたマイクを使ってるんだけど、そういう、カメラとかパソコンのマイクを使って直接音声を録音すると、なんかね、ノイズみたいなのが入るんだよね。なんか、空気の音というか、この音なかったらいいのになっていう音が入っていて、なんかすごい声がね、聞きづらかったんだよ。で、僕はね、その、ポッドキャストをいつ聞くかっていうと、寝る前なんだよ。ベッドに入って、寝るときにポッドキャストを聞きながら寝落ちするっていうのが好きなんだけどさ、その当時のポッドキャストを実際に自分で見てみて、いやー、これ、自分だったら、寝るときに聞きたいとは思えないなって、そう思うような音質だったんだよ。で、思ったこと。三つ目がですね、字幕がちょっと短すぎるっていうことだよね。で、何が言いたいかっていうと、一度に表示する字幕の
適切な文字数っていうのがあるんじゃないかなって思っていて、まあ僕はね、まあ今こんな感じで上に字幕を表示しているんだけど、まあ僕の字幕の文字数っていうのが、まあ最善だとは思わないけど、当時の動画はね、その一度に映る文字の量っていうのがちょっと少なすぎて、なんか読みにくいなって思ったんだよね。まあ字幕っていつ見るかなみんな。まあ日本人だとね、その洋画を映画館に見に行くときに、その日本語字幕でその映画をね、見ることが多いかな。まあでも映画の字幕って結構違和感なく見ることができるよね。どうなんだろう。もうその適切な文字数、だから一度に表示するのに適切な文字数っていうのは、そういうのが業界で決められてたりするのかな。ちょっと気になるね。まあ、ただ、当時の、動画はね、ちょっと字幕が短すぎて、なんか、まあ、これだと読みづらいだろうな。ちょっと日本語を学習してる人にとっても、なんかあまり良くないよなって、そういう風に思うような動画だった。でこんな感じでね、まあ今、3つ思ったことを話したけど、割とネガティブなことばっかりじゃん。そうなんですよ。何が言えるかっていうと、僕のポッドキャスト、どんどん改善されていってます。昔と比べてね、今のポッドキャストの方が聞きやすいし、字幕も見やすいし、いいと思う。だから、どんどん良くなってってるんだよ、僕のポッドキャスト。だから着実にね、まあ進化していってるんじゃないかなって、まあそういう風に思えたよね。で、さっきさ、その動画が、まあ、2025年の4月29日にアップロードされたっていうことを話したんだけど、実はね、もっと遅めなのかなって思ってたんだよね。5月の下旬とか6月の上旬に初めてのポッドキャストを撮ったんじゃないかなって思ってたんだけど、そう、だから、まあ今ね、こうやって1年記念のポッドキャストを撮ってるんだけど、そう、思ったより前に初めてのポッドキャストを収録してたから結構驚いたね。だから1年と1ヶ月前に、まあ初めてのポッドキャストを投稿していたっていうことだよね。だから、まあ記憶って曖昧なんだよね、意外とね。で、まあ1年、まあ厳密に言うと1年と1ヶ月経ったわけだよね。僕が初めてのポッドキャストを投稿してから。でさ、改めて振り返ると、まあ、1年って本当に長い時間じゃない？想像してみて、今から1年前さ、君はさ、何をしてた？もしかしたら日本語をまだ学び始めてなかったかもしれない。で、僕の場合は1年前に初めてのポッドキャストを投稿したんだよね。で、まあ、1年のスピードって、でもね、もう年々速くなっていってる気がする。まあ、体感としてはね、僕はね、もう1年もポッドキャストをやっているとは思えないんだよね。まあ、そんなに時間が経ってしまったのが信じられないというかさ、で、僕がね、幼稚園生だった頃って、まあ、1年がすごい長かったのを、まあ、今でも覚えてるんだよね。なんかすごい印象に残っている幼稚園の園長先生の発言があって、園長先生が卒業式か何かで、あっという間の1年でしたって言ったんだよね。で、その時ね、僕は幼稚園生だったんだけど、いや、全然あっという間じゃなかったけどなって思ったんだよね。幼稚園生にとっての1年ってさ、大人にとっての1年と比べて、全然長いじゃん。だから、いや、全然あっという間じゃないんだけどなっていう風に思ったんだけど、まあ、どんどんね、自分が年を取るごとに、まあ、自分の人生の中に占める1年の割合ってどんどん少なくなっていくじゃん。
だから、年を取るごとに、1年がどんどん短くなるように感じていっちゃうのかなって思うんだけどさ。でも今の時代、1年って、すごい昔だな、すごい前だなっていう風に感じることもあってさ。僕、こうやって YouTube に動画を投稿してるんだけど、YouTube の動画を見るの結構好きなんだよね。でさ、その動画を選ぶときにさ、この動画がいつ公開されたのかっていうのも見ることができるじゃん。その、1週間前とか2週間前とか、そんな感じで見ることができるじゃん。で、1年前って表示されてる動画があったらさ、これ結構前の動画なんだなって思うんだよ。で、ただね、僕の動画、1年前とかってそういう風に表示されている動画が今結構多くて、僕って結構かなり前から動画投稿してるんだなって、そういうのを見ると思うよね。いや、改めて1年経ってしまったんだなって感じる瞬間だよね。で、こんな感じでね、僕は、ポッドキャスト、昔から1年経ってみて思うこと、たくさんあるんだけど、この1年間、すごいあっという間だったんだけど、その1年間で、起こったことっていうのが、いろいろあります。はい。ということで、ポッドキャストを始めてから、僕自身に起こった変化について話していきます。はい。いや、実はいろいろあるんだよ。やっぱり、1年経つとね、その、体感では、何も変わってないな。1年前と自分って何も変わってないなって思うんだけど、実際に、いや、何か変わったことあったっけって考えてみると、意外といろいろあるんだよね。だからそれをね、みんなに話していこうと思うんだけど、ちょっと水飲むわ。水美味しい。はい。ということで、ポッドキャストを僕が始めてから起こった変化。まず最初に皆さんにお伝えするのはね、僕が一番感じることだね。本当に一番感じること。話が上手になったっていうことなんだよ。みんな信じられないでしょ。いや、みんな信じてくれないと思うけど、これ本当なんだよ。これ何を言ってるかっていうと、その、ポッドキャストの中のことを言ってるんじゃなくて、その日常生活のことを言ってるんだよね。その昔から僕のポッドキャストを聞いてくれている人ならね、いや、そういう人でも、いや、二郎さんの話し方、どのくらい話がうまいかっていうのはあまり変わってないですよ、みたいに思う人いるかもしれない。で、それは事実かもしれない。だけど、僕が思うのはね、日常生活での話が上手くなったんじゃないかなって思うわけ。で、これどういう時に感じるかっていうと、もちろんね、人と話している時に感じるわけよ。まだまだ僕はね、話すの、すごい上手いっていうわけではないんだけど、こうやって、ポッドキャストを録音するとき、収録するときっていうのはね、僕は、事前に話す内容っていうのを決めるんですよ。で、今回だったら、初めてポッドキャストを投稿してから1年経ちましたよっていう、そういうことについて話そうって決めて、今回、ポッドキャストをこうやって録音してるんだけど、それ以外にというか、話してる間にね、やっぱり、これも話したいな、みたいな感じで、新たに話したい内容を思いつくことがあるわけで、僕はね、これ結構やってる。
結構僕のポッドキャストを、聞いてくれてる人ならね、理解してくれると思うんだけど、途中で、これ話したいなっていうことを思いついちゃって、そっちの話をしちゃうというね。で、元々話していた内容に戻るのがちょっと時間かかってしまうみたいな、そういうこと結構あるんだけど、そうやってね、やっぱり、ポッドキャストをこれだけやってると、これも話したいなっていうことが結構思いつくようになっていくわけ。もうその現象がよく起こるようになるわけね。となるとね、ポッドキャストをやっている時間以外でも、その現象が起こるようになるわけ。その普通に友達とか、人と話しているときに、これも話したいなってよく思いつくようになっちゃうわけね。で、これがね、いつ役に立つかっていうと、そこまで仲良くない人と話しているときに役立つ。初めて話す人とかって話題がないじゃん。で、何を話せばいいのかってわからなくなるときあるでしょ。でもね、昔と比べて確実に話題をすぐに思いつくようになったと思う。僕、本当に。例えば仲いい人と話しているとき、別にそこまで仲良くない人と話しているっていうわけでもないときでも、結構ね、いろんな言い回しを思いつくようになったと思うんだよね。これ本当なんだよ。で、どうやってみんなに証明できるかな。ちょっと証明の方法は、これから考えるとして、でも本当にね、話してて感じるわけ。はい。そして僕がポッドキャストを始めて自分に起こったと思う変化。二つ目は、話を順序立てて話すようになったっていうことなんだよね。これさっき話したこととちょっと似ていることかもしれないんだけど、これもね、ポッドキャストだけに言えることじゃないんだけど、普段の日常生活でね、友達とか家族と話しているときに、感じるなっていう、そういうことなんだけど、結構僕って話したいことがあると、見切り発車しちゃうことがあったんだよね。見切り発車で話し始めてしまうことがあったんだよ。どういうことかっていうと、例えば自分が他の人にこういうこと話したいなっていう、そういう内容があるときにね、その話したい内容を話す前に、その前提を話し忘れているっていうことがあったわけ。で、そういうことが起こるとね、聞いている側が混乱しちゃうんだよ。ね、そういう場面って、結構あったかなって思うんだけど、ただね、ポッドキャストの場合って、そのエピソード、このエピソードもそうだし、他のエピソードもそうなんだけど、そのエピソードが聞き手にとって初めてのポッドキャスト、僕の初めてのポッドキャストかもしれないじゃん。今、このポッドキャストを聞いているあなたが、初めて聞くポッドキャストが、このポッドキャストかもしれない。ちょっと、今、ポッドキャストってっていう言葉、ちょっと使いすぎてるけど。だから、僕のことをあまり知らない人が聞いているかもしれない。そういう時にはね、やっぱり前提を話すことが大事だと思ってるんだよ。いや、このことを皆さん知ってるよね。だから、このこと話しますよ。っていう、そういう進め方じゃなくて、そういうこと、いろんなこと、前提を聞き手が知らないっていうことを前提に話さなきゃいけないじゃん。それをね、だいぶ気をつけるようになったんじゃないかなと思っていて、それがね、日常生活にも生きてるんだよ。見切り発車で、これが話したいなっていうことをすぐ話してしまうんじゃなくて、これを話す前にこの内容を言っといた方が聞いている人は
聞きやすいだろうな、理解しやすいだろうなって思って話せるようになった。だから、どういうかっていうと、話を順序立てて話せるようになったって、そう思う。うん。だから、そういう話し方だよね。話す技術というか、そう。それがね、結構良くなったんじゃないかなって思う。だから話が上手くなった。話を順序立てて話すようになったって。これはね、本当にすごいいいこと。すごい、なんていうのね。役立ってることだなって思うね。だから、ポッドキャストを1年も続けて、1年も続けた自分に感謝してるっていう感じだね、本当に。で、3つ目。自分に起こった変化。3つ目はね、毎日の生活が楽しくなったっていうことだよね。もう、ほんと楽しいわ。このポッドキャストがある生活、本当に。普段生活してて、例えば、嬉しいことがあった時って、誰かに話したくなるじゃん。なんだろう、何があるかな。嬉しいことって何があるちょっと嬉しいことって何がある。なんだろうね。綺麗な花を見つけた時とか、ちょっと今、なんか、嬉しいことの例を思いつかないんだけど、もちろんね、ポッドキャストを始める前、何か嬉しいこととか楽しいことがあったりしたら、友達とか家族に話すっていうことはしてた。やっぱりそういう出来事が起こるとさ、誰かに話したくなるじゃん。ただね、それのもっとレベルが高いバージョンができるようになったんだよ。このポッドキャストで。なぜなら、皆さんが僕のポッドキャストを聞いてくれてるから。このポッドキャスト、もう本当にいろんな国の人が聞いてくれてる。だから、YouTube を通して、世界中の人に僕が話したい内容を届けるようになったんだよ。届けることができるようになったんだよ。これさ、本当に幸せなことだなって思うんだよね。今まではね、何か嬉しいことがあったら、友達とか家族に話して終わりだったかもしれないけど、それよりももっと大勢の人に話せるようになったんだよ。で、これ、なんで幸せを感じるのかなって思ったんだけど、自分はね、やっぱり、もともと人と話すのが好きなタイプなんだよね。もう、本当にいろんなことをたくさんの人と話したい。そうすることで元気になる。内向的な人と外向的な人がいるよねって話、生きてたらさ、結構すると思うんだけど、僕はもともと結構外向的な人間でね、人が多い場所が好きなんだよ。だから人からエネルギーをもらうタイプなんだよね。だから人がたくさんいるところに行くとテンションが上がる。渋谷とか浅草とかもう本当に人が多い典型的な場所だけどさ、あそこは。あそこ行ってね、外国人観光客とかがたくさんいるとこをいるっていう、そういう光景を見るとね、なんか楽しいな、なんか元気もらえるなっていう、そういう風に思えるんだよね。そう。そんな感じで、僕は人からエネルギーをもらう、そういうタイプなんだけど、常にさ、やっぱり自分の周りに人がいる環境を作るっていうのは、それはすごい難しいことでしょ。常に浅草に行って誰かと話せるか、常に渋谷に行って誰かと話せるか、それはかなり厳しいじゃん。ただ、このポッドキャストはね、好きな時に収録して、好きな時にみんなに公開ができる。ちょっと誰かに僕の出来事聞いてほしいなとか、この内容誰かに聞いてほしいなって、そういう風に思う時に世界に発信できるという、
こんなに幸せなことないんじゃないかな。自分が考えてることとかね、意見をみんなに共有できるし、それ本当に幸せなことだなって思うんだけど、で、僕が発信して終わりじゃないんだよね。その後に、コメント欄でね、フィードバックとかみんなの声っていうのを聞くことができる。で、それがね、本当に嬉しいなって思う。しかもさ、普段つながることができないような人ともつながれるでしょ？その日本にいない人とかね。その日本にいないけど、そのネットの世界で今つながれてるっていうのがすごい嬉しいな、幸せだなって思うね。その、みんなからのフィードバックがコメント欄だけっていうのも正直ちょっと悲しいなって思うこともあるんだけど、だからね、ちょっとプライベートレッスンをスタートさせたっていうわけなんだけど、そう。だからちょっとプライベートレッスンね、興味ある人は申し込んでみてください。はい。他にもね、その、プライベートレッスン以外にもみんなと交流できるような場が作れたらいいなってすごい思うんだけどね、いろいろ今考えている最中。そう。だからみんなに、このやって、ポッドキャストを聞いてもらうことで、本当に生活が楽しくなった。はい。で、今まで3つ話しました。ポッドキャストを始めて自分に起こった変化。話が上手くなった。話を順序立てて話すようになった。毎日の生活が楽しくなった。まだまだあるよ。本当にまだまだあります。はい。次に話すのはね、昔と比べて早口じゃなくなったっていうことだね。ちょっと話戻る感じになるね。だから、また話術っていうか、話し方の話だね。ちょっと、水飲ませて。今結構暑いじゃん。もう、6月になるでしょ？暑いんだよ。ちょっと水が必要でさ。そしてちょっと風邪気味だったので、喉の調子がちょっと良くない。だから水が必要。喉をね、常に潤わしとかなきゃいけないという、そういうこと。はい。じゃあ、昔と比べて早口じゃなくなったっていうことについて話していくんだけど、実は、僕はね、もともとめちゃくちゃ早口なんだよ。早口言葉とかはそういうのは得意じゃないんだけど、めちゃくちゃ早口。で、なんでそれに気づいたかっていうと、結構昔から言われてたんだよね、お母さんに。ちょっと早口だよって。もうちょっとゆっくり話さないと、相手に通じないよとか、そういう風に言われたことが昔から何回もあって。で、いやでもそれって、僕のお母さんだけが思ってることなんじゃないかなっていう風に思ってたこともあったんだけど、もうその後ね、同僚からもちょっと、二郎くんって早口だよねって、そういう風に言われるようになって、僕ってちょっと早口なのかなって思うようになった。で、これはね、YouTube とか、ポッドキャストを始める前の、出来事なんだけど、日本語学習中の友達にね、二郎の日本語は早すぎて聞き取れないよって言われたことがあって、そこでね、確信に変わったというか、俺って、話すのが早い人間なんだろうなってそういうふうに思ったわけ。そう。だから前提として僕はね、めちゃくちゃ早口なんだよ。めちゃくちゃ早口というか、昔は僕は早口だった。今はね、改善されたっていうことを言いたい。まずね、前提として、今みんなが聞いているこのポッドキャストは、
僕はね、どういうスピードで話しているかっていうと、普通の日本人が話す、普通の日本語のスピードで話してる。うん。で、このスピードで話せるようになったのは、このポッドキャストを、始めたからなんだよね。うん。で、僕のポッドキャスト、どういうコンセプトでっていうか、どうありたいかっていうとね、普通の日本人が話すような日本語を、みんなに聞いてほしいなって思ってるわけ。うん。で、普通の日本人が聞いてるようなポッドキャストを目指すっていう感じだね。うん。ただ、日本人でもさ、早口な人のポッドキャストって聞かないだよ。うん。日本人でも早口の日本語を聞いたらちょっと頭が疲れちゃったりするからね。で、みんなも同じだと思うんだけど、その自分の母語のポッドキャストであっても、早口だったらさ、聞きたいなって思わなくなっちゃうでしょ。うん。で、そうやって考えると、じゃあ、普通に日本人が聞くようなポッドキャスト、普通の日本語のスピードのポッドキャストを作るんだとしたら、早口であることってあまり良くないなって思って、普通のスピードで話すようになれたっていう感じだね。うん。で、これももちろん日常生活ですごいいい影響があって、早口で話すっていうことはなんか結構少なくなってきたんじゃないかなって思うし、早口だねって言われることもね、減ったねっていうか、最近は、いつそういう風に言われたのか覚えてないほどだから、もう本当に効果があったんだと思う。うん。はい。そして、今何個話したっけ？ポッドキャストを始めて自分に起こった変化、今まで4つ話しました。はい。5つ目。これはね、みんなは絶対わからないと思うな。もう僕だけにしかわからないこと。机の上が綺麗なことが増えたんだね。で、これさ、人によって違うと思う。そのポッドキャスターによって違うと思うんだけど、僕のこのビデオポッドキャストの場合はさ、自分の机が映るじゃん。みんな今僕の机を見ることができてると思うんだけど、だからね、汚い机にはできないんだよね。で、もともと僕は机の上に結構物を置いちゃうタイプの人間なんだよ。うん。今はね、こうやってパソコンを使うようになったからさ、なんか、書類で、溢れ返る机みたいにはならないんだけど、僕がね、机が一番汚かった時期っていつかっていうと、やっぱり学生時代だね。で、今の学生ってパソコンとかタブレットとかそういう通信機器を使うのかな。僕が学生の頃っていうのはね、基本的に紙の教科書と紙のノートとペンを使って勉強していたわけよ。で、中学生とか高校生の頃ってさ、本当にいろんな教科あるじゃん。で全部でいくつの教科があるんだろうね。ちょっとわからないんだけどさ。うん。1年に何回テストがあるんだ5回か6回ぐらい1年にテストがあると思うんだけど、その度にね、もう10教科とか20教科とか20教科もないかな、15教科とかうん。とにかくいろんな教科の勉強をしなきゃいけないわけ。そうなるとさ、僕の場合ね、その教科ごとにノートを分けてたし、教科ごとにもちろん教科書も別であるわけじゃん。だから、例えば一つ目の教科を勉強し終わったら、その机にね、それをね、置いといて、また新しいノートとか別の教科書を取り出して、勉強するみたいな、そういう感じで、勉強してたわけ。そうするとね、机の上に物がどんどん溜まっていくわけ。
まあ教科書、ノート、ペンとかね、まあそういうのが溜まっていくよ。で、置きっぱなしにしていると、そういったものを置きっぱなしにしていくとね、机が汚くなるんだよね。まあ、常に机をきれいにしてるとさ、あ、机きれいにしなきゃなとか、まあそういう風に、まあ意識を持つことができるんだけど、机が汚いと、あ、じゃあ物を他にも置いていいかとか、そういう風な思考になるわけ。まあそういう感じの考え方になっちゃうわけ。うん。で、まあ、正直ね、現在も、まあ僕のそういう性格って、まあ変わってない、完全には。だから、食べていたお菓子のパッケージを、まあそのまま置いちゃうとか、まあそういうことをしちゃうんだけど、まあ動画を撮る。こうやってビデオポッドキャストを収録するってなったら、やっぱり机の上って綺麗にしなきゃいけないでしょ。うん。で、まあ、常にね、まあ、汚い状態になってても、まあ動画を撮るときだけ机の上綺麗にすればいいじゃんっていう、そういう考え方もあるかもしれないんだけど、まあ動画を撮るたびにさ、物をどけてとか、そういう風に、なんて言うんだろうな、掃除をする動画を撮るたびに綺麗にするみたいなのは、めんどくさいから、まあできるだけね、今机は綺麗に保とうかなって思ってる。うん。だから、本当にね、昔と比べて机は汚くない。うん。まあそうだね。まあなんか、動画どうせ撮らなきゃいけないから、まあ机の上にできるだけ物は置かないようにしようとか、そういう風に思ってるね。で、まあ普通に生活してたらね、埃が机の上に溜まってしまったりっていうことは、まあ、結構あることだと思うんだけど、まあ、僕はね、気づいたらちゃんと拭くようにしてるっていう感じかな。この時計じゃないか、これ。この温度計が置いてあるこの部分もね、なんか埃が溜まってしまうことあるし、あとはね、この机がね、白いから、まあ、埃は結構溜まりやすいんだよね。っていうか、埃が、溜まってたら分かりやすい。うん。だからこまめに拭くようにしてる。で、僕の右手があるこの部分、この部分がね、結構黒くなっちゃったりとかすることあるんだけど、これはホコリじゃないからね、みんな。ちょっとちゃんと理解しといて。これはね、なんかスマホのケースについている、金具がね、なんか引っかかってなんか黒くなったりする。うん。まあでもちょっとこれもね気になるけど、まあ埃よりはマシかなって思ってる感じだね。うん。うん。だから机の上が綺麗になったということで、これが何個目だっけ？ 5 つ目だっけ？そう。5つ目です。で、ポッドキャストを始めて自分に起こった変化の一番最後だから6つ目だね。6つ目が最後なんだけど、それが何かっていうとね、これはポッドキャストを始めて自分に起こった変化っていうよりは自分が起こした変化だね。うん。マイクを買いました。そう、さっきさ、昔の動画を見てた時に、その音質が悪くてびっくりしたっていうことを話したけど、このマイクを買ってからね、みんなに届く声っていうのが、良くなったのかなって思うね。うん。ポッドキャストって名乗ってるから、いい音質でみんなには聞いてほしいな、僕の声を聞いてほしいなって思ったんだよね。で、これをね、ていうかこのマイクを買ったのは、確か2025年の、8月くらいだったんじゃないかなって思うね。で、その時期に、ちょうど、僕のポッドキャストを聞いてくれる人が、増えてきたっていう、そういう時期だったんだよね。だから、こんなにたくさんの人が、僕の声を聞いてくれてるのに、音質が良くないとダメだな、失礼だなって思って、このマイク
クを買うことにしたんだよね。で、初めてマイクを買うときはね、やっぱりいろいろわからないことが多かったよね。まあ僕は音響のプロじゃないからさ、正直何を買えばいいのかなっていう、そういうのがわからなくて、うん。そのなんかね、まあ僕の中の当時のイメージだと、ポッドキャストをやっている人てか、ポッドキャスト番組で使われているマイクって結構すごい重厚なマイクというか、なんかね、その家にはないだろうなっていうようなマイク、そのポッドキャスト以外の用途では使うことないだろうなっていう、そういうようなマイクだったんだよね。で、まあただ僕もそういう同じマイク、そういうなんかでかくて、まあ重厚なマイクを買う必要があるのかなって考えた時に、まあそこそこ音質が良かったら、別にもっと手軽な、もう少し小さいマイクでもいいかなって思ったんだよね。で、正直何を買えばいいのかわからなかったんだけど、もういろいろ調べましたよ。うん。で、僕はね、まあ、やっぱり何か新しいことをするっていう時はね、まあ、そういう新しいことに挑戦しようっていう時は、結構考えるタイプなのね。熟考するタイプ。いろんな種類の人がいると思うよ。その新しい挑戦をするときに、まず行動する。まず自分の体を動かすっていう、そういう人もいると思うけど、まあ、僕の場合はね、まず考えるんだよね。何がいいかな、何が最善策かなっていうのを考えるんだけど、そういう僕の癖がね、マイクを買う時も現れたね。もう本当にいろんなことを調べた。うん。マイクにどんな種類があるのかとかね。マイクの入力方法にどういうものがあるのかとかね。いろいろ調べて、で、ポッドキャストで使われている人気のマイクがどういうのかっていうのも調べて、あとはね、まあこれは、ある程度、その、マイクの候補が絞られてきてから、やった行動なんだけど、まあ今ってさ、まあガジェットとか、まあ電化製品とか、まあスマホとかパソコンとか、そういうのって、まあ、YouTube 上にもう本当にたくさんのレビュー動画があるでしょ。だからレビュー動画もね、結構見たな。うん。でもやっぱり音楽をやっている人とか、まあ、ポッドキャストをもともとやっている人って、まあ、そういうレビュー動画結構たくさん作ってるんだよね。だからね、すごい、参考にしやすかったし、助かったっていう記憶があるよね。うん。で、まあ、買う商品を決めてから、まあ、このマイクなんだけどさ、そのマイクで録音するのが待ちきれなくなったんだよね。で、これも僕の、まあ、性格なんだけどさ、今すぐにその商品が欲しい。今すぐに自分の手元にその商品が欲しいって思うことが、まあ多いんだよね。まあそうやって思ってしまうんだよね。で、通販で頼んだらさ、まあ僕は東京に住んでるから、まあ1日か2日ぐらいが経てば、まあ自分の家にそのマイクが届くっていう、まあそういう状況ではあったんだけど、なぜかその時僕はね、その日に手に入れたいって思ったんだよ。うん。今すぐ欲しい。うん。一日も待ってられないっていう、そういう状況になったんだよね。うん。なので、家電量販店に行きましたよ。買いに行きましたよ。うん。で、これは昔からそうだと思うんだけど、まあ、家電量販店はね、まあ、問い合わせたりとか、あとはネットで検索すれば、まあ、各店舗に、まあ、在庫があるのかっていうのは、そういうのは確認することができるんだよね。まあ、すごい便利だよね。で、まあ、僕は今すぐ欲しかったわけよ。うん、そのマイクがね。で、だけど、まあ、適当に、まあ、お店を決めて行っても、
そのマイクの在庫がないかもしれないでしょ。うん。まあ、店舗によってね、まあ、その品揃えは違うし、あとは店舗によってその規模は違うから、その在庫として抱えられる量っていうのが、まあ、その店舗によって違うと思うんだけど。で、このマイクはね、やっぱり問い合わせたりとかしてみると、その店舗に在庫がないことっていうのが、まあ、結構あったわけね。だから僕はちゃんと在庫がある店舗を調べて、まあ、そこに向かって行ったわけですよ。はい。で、その日、無事ね、この店舗、このマイクを買うことができました。うん。で、やっぱりなんかこういうさ、電化製品っていうのかな、ガジェットって、まあ、買うことあまりないじゃん。こういうね、機器が好き。まあ、こういう機器をよく買うよっていう人は、まあ、いるかもしれないんだけど、僕はね、あまり買わないし、まあ、一度買ったら結構長く使うタイプなんだよね。だから、まあ、僕の人生の中でね、まあ、こういう新しい機器を買うタイミングってあまりない。だから、このマイク、まあ、初めてパッケージを開けるときはね、めっちゃテンション上がったよね、やっぱり。うん。もうめっちゃテンション上がった。なんか、まあ、スマホの買い替えとかでもテンション上がるじゃん。なんか、どういう機能がついてるのかなとか、カメラの画質良くなったのかなって。まあ、スマホの買い替えでも、まあ、気になること、確認したいこととかたくさんあって、まあ、すごいテンション上がることだと思うんだけど、マイクを買うことってめったになくない？うん。まあ、音楽を普段からやってる人だったら、まあ、よくあることかもしれないんだけど、もう、ポッドキャスト始めたてで、しかも、音楽もやったことない僕が、マイクを買うって、結構ね、一大事なわけ。うん。で、まあ、もちろん、まあ、ちゃんとしたマイクを買うのは僕にとって、まあ、人生で初めての出来事だったから、本当にテンション上がったよね。で、これがマイクかとか思いながら、まあいろいろいじってたんだけど、買った日にね、その当日に、ちょっと迷ったことというか困ったことがあって、マイクどこに置こうかなって、だからマイクの位置に迷ったわけ。うん。で、このマイクはね、スタンドが付属してたんだよね。で、スタンドって言っても、その、コンサートで、ボーカルの方が、マイクをつけている、ああいう大きなスタンドではなくて、本当に小さい。もう机の上に立てるだけ、マイクを立てるだけの用途にしか使えないような小さいスタンドが付属されてたんだよ。うん。で、それを使って、ポッドキャストちょっと撮ってみようかなと思ったんだけど、なんかね、使いづらかったんだよね。まず、高さを調節する機能が、そのスタンドにはついてなかったんだよ。うん。で、しかもね、なんかね、邪魔だったんだよね。ね。やっぱり、机の上はね、まあ、携帯も置いてるし、水を飲むためのコップも置いてあるから、できるだけ物を多くしたくないんだよね。その録音中っていうのは。ただ、マイクがあると邪魔なんか、コップを取るときも気になるし、スマホを取るときも気になるし、しかもやっぱり邪魔ということに加えて、まあ、高さ調節ができないから、もうちょっとマイク高い位置にあったらいいのになとかっていう風に思うことがあったわけ。うん。で、無理にさ、そのマイクを口に近づいていけたいからって、自分の口をマイクに近づけると、ちょっと姿勢が疲れちゃうんだよね。うん。で、どうしようかなって思って、思いついたのが、まあ、スタンドアーム、てかマイクアームだよね。うん。まあ、今使っているやつなんだけど、まあ、これはもちろんね、マイクに
付属していたわけではなくて、まあ別売りのもの、全くこのマイクのメーカーとは関係ないメーカーのものを、使っているんだけど、これ結構便利で、うん。マイクが常に浮いてるから、そのマイクの下にも物を置けるし、結構便利だなと思って使ってる。で、これね、実は、マイク用のアームじゃないんだよ。うん。えー多分だけど、そのスマホを取り付けるためのものだと思うんだよね。うん。だから本当はこれを使って、まあ、スマホを固定して、スマホを操作できるみたいな、なんかそういう感じの商品なんだけど、でもね、実際に使ってみると、マイク用としても十分に使えるから、あ、これ買ってよかったなっていう風に思ってるね。で、なんかちょっと見た目が不格好だよね。なんかちょっとダサいなって思うこともあるのは確か。うん。多分、ちゃんとしたマイクアームってさ、こんな揺れたりしないよね、多分ね。うん。で、ちょっと不格好なんだけど、まあ用途としてはこれで事足りるかなっていう風に思ってるから、まあとりあえずこれで過ごしてみてるけどね。うん、まあなんか、もっとかっこよくて機能性がいい。まあそして、まあリーズナブルな、まあマイクアームがあったら、まあそれに買い替えてもいいかなとは、まあそういう風には思ってるんだけど、今のところこれで事足りてるかなっていう、まあ感じだね。うん。そう。だからマイクを買ってね、すごい良かったね。実際に自分が、まあ、YouTube 上とかにアップロードしたポッドキャストの動画を見てみると、まあ、やっぱりマイクを買う前と比べて、まあ、明らかにマイクを買った後の方が、自分の声がよく、聞こえるなっていう風に思うし、まあ、本当に買ってよかったなって思う。ということで、6つの変化をお伝えしました。1つ目が、話が上手くなったということ。2つ目が、話を順序立てて話すようになったということ。3つ目が、毎日の生活が楽しくなったということ。4つ目が、昔と比べて早口じゃなくなったということ。5つ目が、机の上が綺麗なことが増えたということで、最後の6つ目が、マイクを買ったということというね。どうみんな。どれがみんなさ、一番、共感したのかな。まあでもやっぱり、6つ中3つが、まあ話に関することだよね。その話す技術というか、あとはまあ話し方というか、なんかそういうのがすごい改善したなっていうことだよね。だから、まあこれだけ見ると、なんか本当にポジティブなことしかなかったんじゃないかな。このポッドキャストを始めてみて。っていう風に思うよね。まあでも本当にそうで、ポジティブなことばっかりだったなっていう風には思う。うん。で、これから話すことはね、別にネガティブなことではないんだけど、まあ若干気になってるなっていうことなんだよね。うん。まあ僕が気になっていること、まあいくつかあります。うん。まず一つ目はね、まあ、声の質が明らかに変わってるんだよね。その昔と比べて。うん。で、まあ今日の声はね、実はちょっと僕は喉の調子が悪いので、まあいつもと比べて、あまりその声をね、張りすぎないように気をつけてるから、なんか今日は、まあいつもと話し方というか、声の質違うなって思った人いるかもしれないんだけど、まあ最近の僕のポッドキャストと、昔のポッドキャスト、僕何本か聞いてみたんだけど、明らかに声の質というか、まあトーンがね、変わってるんだよね。うん。で、昔、僕が、まあ、どういう声を出していたかっていうと、アニメの高青年のキャラみたいな、そういう声を出してた。なんかね、自分でも聞いてびっくりしたんだけど、なんか、
高青年が淡々と喋ってるなっていうような、正直なんかちょっとイケボだったなっていう風に思うんだよね。なんか聞いていて、すごい心地いいなって、そういう風に感じたんだけど、ただね、今に近づいてくるにつれて、どんどんなんか甲高い声になってきたんじゃないかなって思っていて、で、甲高いって言っても、この、元々の僕の声がね、結構その低いので、そこまで、他の人と比べたら、高い声にはなっていないと思うんだけど、なんでこういう風に変化が起きたかっていうことだよね。で、今ね、こうやってみんなにこうやっ話しているこの声。これは、僕が、普段僕のリアルな友達と一緒に話している時と同じような声なんだよ。うん。そう。僕が実際にその僕の友達と話している時の声はこんな感じ。うん。ただ、昔はポッドキャストをするのに慣れてなかったから、本当の自分の声が出せていなかったのかなっていう風に、そういう風に感じるんだよね。うん、で、これいいことなのか悪いことなのかっていうのがわからなくて、僕はね、結構気楽に話せているから、いいんだけどさ、昔のポッドキャストの声の方が好きな人がいるんじゃないかなって思うわけ。うん。で、実際にね、自分の体感だと、なんか昔の方がいい声質ですねとか、そういう趣旨のコメントが多かったような気がするんだよね。で、みんながどう思うかっていうのがすごい気になっててね。うん。だから、昔の声の方が好きな人っていうのは、今の僕の声を聞いてね、二郎さんのポッドキャストはもう私が好きな声じゃないから聞かなくていいやって、そういう風に思っている人も少なからずいるんじゃないかなって、そういう風に思うんだよね。で、それが本当だとしたら、ちょっと悲しいなーって思うんだけど、かといって僕は、昔の声に、わざと戻すみたいなことは多分しないと思っていて、で、やっぱり大切なことっていうのはね、自分自身が、リラックスして話す方が、いいのかなって思うので、無理に、自分の声っていうのをね、変えたりしないで、自然体でこれからも行こうかなっていうふうには思ってるね。だからこれがね、結構気になったことではあったんだけど、もう一つちょっと気になっていることがあって、この一年の中で起きた変化でね、もしかしたらこうなってるんじゃないかなっていうことがあるんだけど、ポッドキャストを始める前よりは、話し上手にはなってると思う。さっき話したみたいにね、いろいろいい影響があったからね、ポッドキャストを始めたことによって。ただ、聞き上手には慣れてないのかなって思っていて、基本的にさ、今まで、僕って、一人語りのポッドキャストをずっと投稿してきたでしょ。うん、で、これもちろん今僕が話しているこのポッドキャストも一人語りです。で、昔は僕は、それこそ1年前とかは VR チャットを使った動画で、オンライン上の日本人の人と話したりっていう、そういう様子をね、みんなに公開してきたんだけど、それはね、そうだから他の人との、会話がありましたよ。うん。ただ、ポッドキャストの動画で僕が他の人と話したっていうのは、今まで3回だけなんだよ。うん。で、その3回はすべて、愛と沖の講師の方との会話だったんだよね。うん。で、一番最近だと、
4月だよね。だから2ヶ月前、1ヶ月とか2ヶ月前に、そういうインタラクティブな、愛と沖の講師の方との、動画っていうのを撮って公開したんだけど、で、そのポッドキャストをね、ちょっと聞き返してみて思ったことがあって、なんか自分ってもしかしたら、聞き上手じゃないのかもなって、その時にね、感じたんだよね。うん。で、話してる時に、その相手が話している時に、自分が何かを話し始めちゃおうとするっていう、そういう場面がね、何回かあった気がしてて、ちょっと僕の悪い癖が出てるな。やっぱり自分が話したいことが思いついちゃうと、相手がまだ話してるのに話し始めようとしてるな、みたいに思ったわけね。うん。そう。で、確かにさ、オンラインで会話してるとね、自分がいつ話し始めたらいいのかっていうのが、そういう判断が難しくなることってあるよね。それこそ、グループミーティングで結構たくさんの人がそのミーティングに参加している場合なんかは、話し始めが他の人と被ってしまうっていう場面は結構あると思うんだけど、そう。そう、だから今言ったみたいに、オンラインで話すって結構難しいことではあるんだけど、ちょっと聞き上手になれてないのかなって思うね。もうせっかく話し上手に昔と比べたらなってきてるから、聞き上手にもなりたいな。でもそのためには、一人語りだけじゃなくて、他の人ともっと話すようなコンテンツを作った方がいいのかなとかね。そういうふうに思うね。うん、そう。だから話すことばかり得意にならないで、やっぱり聞くことも上手になりたいなと。そういうふうに思ってます。はい。はい。こんな感じで、自分が気になることは、いくつかあるんだけど、ポッドキャストを始めてね、結果的には良かったよ。本当に。あのーいいことばかりだしね。自分が気になることとかっていうよりも、それよりも良かったことの方が、多いから、うん。本当にポッドキャストを始めてよかったな。で、これからも続けていきたいなって思ってるんだけど、最後にですね、皆さんに、このポッドキャストの、今後の方針について、ちゃんと話していきたいなと思います。はい。そうだね。何も変化を起こさず行くのもいいんですけれども、やっぱり発展させていきたいからね、このポッドキャストを。で、まず、一番大事なこと。このポッドキャストを、これからもね、続けていく上で、これが一番大事だなって思っていることが何かっていうと、やっぱり自分が楽しみながら、ポッドキャストをやるっていうことだよね。これはみんなはどう思うかわからないんだけど、やっぱりこの人楽しそうだなって思いながら、YouTube の動画を見たりとか、ポッドキャストを聞いたりとかするのが僕は好きなんだよ。うん。だから自分自身が楽しんで、コンテンツ作りをできればいいかなって思います。楽しくなさそうな人のポッドキャストって誰も聞きたくないんじゃないかなって思うんだよね。で、これが一番ブレてはいけないことかなって思ってる。自分が楽しみながら、ポッドキャストをするっていうことね。うん。なんか、これはこの内容話したくないけど話すかとか、あとは今日はポッドキャストの収録をするにはちょっと疲れてるけど、無理やりポッドキャスト収録するかとか、そういうのはあまり良くないんじゃないかなと思ってる。うん。はい。だから一番大事なことは、自分自身が楽しみながら、ポッドキャストをやるということ。で、それを前提としてね、うん。やっぱり僕のビジョンっていうのはね、ワールドクラスの
日本語学習コンテンツを作るんですよ。作ることなんですよ。で、その日本語学習コンテンツの中に日本語ポッドキャストもあっていいと思っていて、世界でもね、最も有用な日本語ポッドキャストの一つを目指していきたいなと思ってる。これはね、本気で思ってるよ、みんな。まだまだね、ビジョンは達成できてないね。まだ、なんて言うんだろうな。ワールドクラスな。ワールドクラスとかってそういう風に言える、ポッドキャスト、日本語学習コンテンツにはなってないと思うしね。で、超効率的に日本語を学ぶことができて、そして面白くて、で、見ていて、聞いていて勉強だと感じないような日本語学習コンテンツを、作ることが必要だなと思っているんだけど、この日本語ポッドキャストはね、それを可能にするんではないかと思ってるので、そこをね、突き詰めていきたいなって思ってるんだけど、できるだけね、より良い日本語ポッドキャスト、僕のビジョンに近づくような、僕のビジョンを達成できるようなポッドキャストを作ろうっていうのは、この1年間でね、常に考えていたことではあって、今までね、この上に出ている字幕の表示形式を、変えてみたりとか、あとは音質を調整したりとかしてね、いろいろ改善は図ってきたわけなんだけど、まだまだ直せることって本当にたくさんあると思うんだよ。自分が今まだ気づいていないこと、あると思う。で、これから、視聴者の方、リスナーの方に、コメント欄とかで、指摘されて気づくこともたくさんあると思う。で、まだまだ改善の余地はあると思うから、それを一つずつ改善していって、より良いポッドキャストにできるように、これからもね、努力していきたいなって思うね。はい。真面目、結構真面目なポッドキャストでしたね。で、今日なんか、真面目で、しかもね、あまり僕、笑ってないんだよ。今日っていうか今日のポッドキャスト収録中。で、しかもさ、何回かこのポッドキャストカットが入ってると思うんだけど、理由としては、ちょっと喉が悪いからなんだよ。ちょっと。だからね、なんか、今日のポッドキャスト、二郎さんテンション低いなみたいに、そういう風に思った人いるかもしれないんだけど、その喉の調子が悪くて、若干テンションが低いのプラス、気をつけてないと、咳込んじゃうかもしれなくて、こういう感じのテンション感になって、しかも、話す内容が真面目だから、なんかね、この、1時間とか1時間半とか、そういう時間、ずっとね、なんか真面目な空気が流れてしまっていたわけだけども。そうだね。これからも頑張ってポッドキャストを作っていきたいなと思うので、皆さん、応援のほどよろしくお願いします。これからも僕のポッドキャストを聞いてくださいね。はい。ということで、今日はね、ポッドキャストを始めて1年が経ったということで、こういう内容を話させてもらいました。はい。ポッドキャストを始めて本当に良かったなと思ってるし、これからもね、より良いポッドキャストを作っていきたいなと思います。はい。これからもね、皆さん応援よろしくお願いしますというのと、何かね、こういう風にポッドキャストを変えてほしいなっていうのがあったら、ぜひコメント欄で言ってください。そして次回のポッドキャストを聞くことも見ることも忘れずにいてください。はい。ということで、今回のポッドキャストはこれで終わりにしたいと思います。また次回のポッドキャストで会いましょう。バイバーイ。